はい、おはようございます。早速船乗る日になったんですが、あいにく朝から雷雨で出船時間が大幅に遅れました。今9時、みんなまだね、雨も残るんでブルブルのレイヤー着て頑張りましょう。さあ早速前回から作ってきたこいつをテストするのが今回の昇降の目的の一つです。でけえし、動きやばいい感じ。こんな感じの動きです。水面直下を意識しました。やっぱ東京湾の海と海水と全然違うな、塩分濃度が。でも 2% ぐらいだな、意外と薄い。さあ2年ぶり戻ってきました、宮古島。今日は森蔵さんで GT フィッシング、今日から3日間なので、でもなんかずっと雨っぽいんですね。南国の雨っていうの、ずっと雨じゃなくて、ほとんどこう晴れてるけどドシャーっと降ってっていうね。でまた晴れて降って、人流し目はスネコン180かな。海峡良さそうですね。ここのとこは結構出てる。魚は取れてないんだけどでかいの切られてたとか。お願いします。さあまずスネコン180、ドクターソルティガですね。キャスティング828、リールが14000、P65、ドラグは12、3キロ。今日はスネコンどんなメソッドが良さそうですか？ストップ&ゴー、早巻き&ステイ。最後ギュンって巻いてパーンでさあ、自分も他乗るとやっぱり未だに自分だけスネコン投げてる時が多くて、自分が1本2本3発って出してるとみんな実は持ってたりして持ってんじゃんって時が多いですよね。でもやっぱりなかなか釣れない釣りだから過去釣ったるわになりがちですもんね。どうしてもそれは分かるんで、気持ちは分かんないからね、使い方が。実際一度体験しないとなかなか。重っ。いや苦労しました。なかなかウェイトのバランスが、鉛を張らせちゃダメだっていう設計にしようって言って、すぐ剥がれるじゃないですか。だからちゃんと実際は着脱式とかにしてしっかり固定できるようにしようとか、いろいろアイディア出して。ジャイアントベイトはただ巻きがいいんですか、ストップ&ゴーがいいんですか、ダーティングがいいんですか？ちょっと僕まだあそこあんまりわかんないんですけど、ナブラみたいに水面にベイトが浮いてる時は、結構もうゆっくり巻いて、結局魚のように動かすってことですね、状況に合わせてね。GT フィッシングも変わりつつありそうです。変わりそうですね、世界が。よし、だいぶいい感じ。やっとセッティング出ましたね。あれしか飛んでなくても大丈夫ですか？多分距離関係ないですね。全然関係ないですね。やっぱ呼ぶ力が強いから。そうですね、呼ぶ力、集技力でそれを上回ってしまう。こうやってますね。やってますね。おう、いいねこの音これ聞くと6月って感じ。これえぐパンみたいな。えぐすごいです。いやー、やっぱ柔らかい素材いいな。ドクラでやってるからね。どうぞ。いいねいいね。いやもうスネコン中毒なんで、スネコン投げたくてしょうがないけど、そこで後ろでスネコン投げてくれる人を呼んだんで今日はそっちを見てれば出ないのかなみたいな。それは一日投げられます。あ、そうですか。そう言ってもらえれば一日投げられる。東京湾でセッティング出してきたんですけど、塩分濃度違うんでさすがにどうかなと思ったけど、はい、その強めを想定して、すごい水掴んでますね。相当水をしてて良さそう。釣れるルアーの水の中を滑ってないですね。確実に水を漕いでるというか。危ない危ない。
最初に出すジョイントルアーがこのサイズって相変わらず頭おかしいですよね。激戦区から入ってもね勝てないですからね。でもドラグ15キロでも全然耐える強度で作ってますから、要は強い針、強いリング、強いドラグラインで戦えるから。出た逆差し入れ西表スタイル導入、仕込みが素晴らしい。はい、ありがとう。いただきます。西表のパイン。うん、うまい、ありがとう。さあお昼は、はい、お昼ご飯は冷やし中華です。生ハムちらしで、最高。ネコン釣れそうだ。もう何年前だろうな、ただ一人延々スネコン投げ続けてさ、開発して。スネコンはウェイトルームがいっぱいあるから、もうサンプルが十何個とかで投げながらよしあしをね、今回もう持ってきたの一つだから、これ以上はもういいんじゃないかぐらいね仕上がってるんで、あと釣るだけってやつだよな。それを思い出すな。スネコン一人で延々どこ行ってもスネコン投げてて、これはローテーションできないとね結構釣れない時はしんどいんですけど、それをねなんか使命感でやってましたよね。今はもうみんながね使ってくれるようになったんで嬉しいですよね。いいですね、ハイドロすごい投げやすい。グリップのバランスとか硬さとかフロントグリップっていうのかな、その子の方が倍飛んでるね。でも飛距離いらないっていうのが船長が言うじゃん。まあそうなのかもって思うと、本当かなって思うとさ、自分の過去の経験がこう辛さを出してくるよね。いやそうは言ってもと思っちゃうけど、何でもやってみるもんだよな。そこに次の新しい釣りのヒントがね。ああきれい。警戒してない。きれいだな。でかいっすね。でかい。なんかみんな沖縄県民、俺以外さあ午後3時ちょっと前、何倍止まりません船中。いいとこは流れてんだけど、まあちょっと穏やかすぎるのかな多分ね。もう投げるのみです。投げるのみ。アクションは船長が素晴らしいとおっしゃっていただいたんで、いろいろいじるやつを持ってきたんだけど、まあこれで東京湾で出してきたセッティングで、まあ、東京湾で出して塩分濃度低いんで概要だとこんなもんだろうって言って想定して出してきて、なんとか合ってますね。よいしょ。40メーターぐらいはね飛ばせるんで、上手い人なら50メーターじゃないですかね。よし、バックレが怖くてずっとハーフキャストワンブリができない。なんかゆっくり巻くと入れ出していい S 字でくるし、こう竿とリーディング使ってグイッて入れると何とも言えない水をぐわっと動かしていい波紋を残してきますね。こういう感じでね、これを時折入れながら探ると疲れない。一日中やれますね。もう4時間ぐらいやってるけど全然疲れないんで。ダーティング系はねやっぱ疲れるんですよ。こうバンバンって入れるとキラッキラッと光るんですけどね、疲れるのと、なんか船長やつこっちのニョロニョロ系の方がなんか魚が出るっていうんで、この辺をちょっと意識して作っております。ずっとやれるっていうね、ずっとやれるのも大事で、モチベーション続くようなこうアクションとか水面あることでね、こうやってずっと遊べるっていうんですかね、楽しいですからね。それが大事かなって。今はポッパーとスネコン、トゥリーパとスネコン引いてるんで、スネコンが出そうだけどね、散々スネコンで釣ってるから、ここでスネコン釣ってくれてるとメンタルがめっちゃ安定します。前回ねこれ投げてて、やっぱスネコンだったらどうだろうってすごい思っちゃうんで、なかなかテストがしんどかったけど、今は使い手が横で投げてるからスネコンでも出ないぐらいの状況。ダツ自分に出たのはなんだ、ダツが2限度と変わんなかったけど、はい、あと30分ということなんでスネコンにしてジャイアントベータはまた明日投げます。180。いつもね結構歴戦生き残って GT の歯型だらけの
軽っ軽っブローイン80みたいな軽さ気持ちいいかぶうん、今僕のルアーの後ろなんかいましたよ。ダーツっぽかったよ。あ、外れだ。あ、いるか。霞っぽい。霞っぽい、霞っぽい。GT。あ。GT いる。GT いる。そこにいる。でけえ。残念。あ、これでクルーか。すげえ。あ、いる。なんかいる。あ、GT じゃないですか、これ。でかいっすよ。でかい、30キロぐらいあるよ、これ。でけえ。すげえでけえのがいたよ。もうダメ？今、自分の下にいたの30から40キロぐらいありましたね。水中で大きく見えるのを考慮してもそれぐらいありそう。かかってたのはそこまでじゃなかったけどね。あ、出た。でも違うな、これは走んないぞ。 GT じゃないな、バラクーダ GT に変われ貴重な1匹目なんで。シイじゃあネコンとりあえず坊主脱出60、70ぐらいですかね。写真はいいですはい、いるね。さあここは投げないと。やっと試合になったね。この4時半って大事ですよね。4時半、本当世界中4時半。いやー綺麗だな、ドラマ。たくさん。あ、これも違うな、GT じゃないな。あ、違う、外れた。多分またバラクーダかなんかです。あー、リーダーが終わったバラクーダですね頑張って、魚いるよ信じる心ですよまあ GT じゃなかったね、今のも。ストップから早巻きもいきなりすんじゃなくて、スネコンの頭がゆっくり上がってこう加速していくイメージだから、たるんだのがなんかこうだんだん早く巻くイメージが俺は好き、出てる気がする。それがまあ私が作りましたんで信じる心は一番ですよ。作った人が一番信じてる、一番慣れてるし。はい、それでは本日ラスト。はい、おはようございます。2日目です。今日はね全然ダメだったんですけど、今日は曇ってて、朝から北東風が吹いてて、海面はこんな感じで、まあ良さそうな感じですね。いかにも GT が出そうな海面状況となっております。今日もねテストしたいで頑張っていきます。さあ早速やっていきましょう。ここは宮古島の北側ですかね。南側に宮古島が見えるんで、北の外れの方に来てるんですかね。うわー、GT。うわ、出た、俺にも出た。あ、出ろ。あ、いる。おお、止まんねえ。よし。
じゃあ大丈夫です。やばいやばい。後ろ行く、後ろ。船が後ろ行ってるよ。よいしょ。あー、ずれたー。うわー、残念。あれ出て、よっしゃ。ドラブんだよ、こういう時。いやー、すげえな。ユーゴリアンのでかい。おう、あ、釣りたい釣りたい。ガッチャガチャしたとこ、下が壁なんでね、潮と潮がぶつかってて巨大な崖みたいになってる地形。ああ、もうダメだ、こっちじゃない、後ろ飛ばなさそう、トラブりそう。あ、これがせうい、いそんぼ。おう、さあ入れ直しの、まあユーゴリアンがブレイクで、海くんがイソンボで、私が20キロ台と思われる魚を足元の下の方でね外れちゃいましたね。若干スネコンがスイッチ入れたパターンでしたけどね。いやー、残念。さっき取りたかった。いい歯型入ってますけどね、20キロ台。ここまでもうこう食ったのかな、こうなってるからこう食った感じかなと思って、下からいったからね、惜しかった。次。いや、でもね、とりあえず2バイト、さっきヒットの前も一発当たったんで、なんかね、2回食ったって事実が大事ですね。テストだからね、ちゃんとお魚と思ってくれたっていうのと、食い方が良かったです。ドッカーンって出んじゃなくて、もう完全に見に来てバカってこう噛みつくような食い方だったんで、2回ともどっちにフッキングしたかは知りたかったですけどね、引き続き頑張ります。あともう一つ思ったのは、ここで食いましたよね、さっきもね。だからジャイアントベイトは飛ばないんですよ、重いから。だからスネコン180なんかの半分ぐらい、多分40メーター台が精一杯なんですけど、それでもね、やっぱちゃんとヒットチャンスはものにするんだなって、まあそう言われてるんで、でもほんまかいなってどっかで思ってたけど、風がだんだん強くなってきたんで、ルアーは飛ぶけど。今日ヒット何でした？魚。おお、でかい。宮古島のレギュラーで。おお、でかい。でかい。俺が釣ったのよりでかい。去年。スネコン大好きですよね、こいつ。毎回俺も釣ってる、これ。でかい雷来そうです。雷ですか。雷系の雲が。よろしくないな。中断なりそうですね。土砂降りでございます。ゴロゴロ2回かな、音がしてきたんで釣り中断して、もうね、ライオン聞こえたら、この状況ならやめた方がいいですね。さっきの土砂降り、それから爆風が吹いて、今は無風に近いんですよね。で無風になった瞬間ゴロゴロっていったんで、もう本当に前線のど真ん中なんで、こういった時は絶対釣りをしないようにしましょう。雲からは逃げられず、天気には勝てません。ということで、2日目 3ヒットして0キャッチなんてな、悔しいな。まあユーゴリア明日もあるから、はい、でかかったな悔しい。あのドラゴンはな40キロあったと思うよ。30キロは間違いないと思う。海くんは今日までですね、お疲れ様でした。ありがとうございました。でもだいぶスネコンが極めたっていうぐらいは、極めたっていうか分かったんじゃないですか。そうですね、教えてもらって、ね、西表戻ってもまたぜひ使ってください。使います。ありがとうございます。はい、ということで終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。はい、3日目なんですけど、残念ながら雨上がったけど、強風ということでしばらく部屋で待機してたけど、船長判断で中止ということになりました。い
やりたかったな。昨日のリベンジを。なあいやもう GT はいつも悔しい思いで帰り行くことになりがちですがで昼飯でも行きましょうか。はい。お願いします。はい、じゃあ最後の乾杯はアイスコーヒー。すみません、いろいろありがとうございました。今年の超過のうちのジャイアントベイトってどれぐらい占めてるんですか？あ、まだそこまでその割合出るほどやってる人がいないんで、でやってる人のなんか投げてる回数に対して言えば結構強いんですか？そうですね、今のところその GT のそのなんだろう、ジャイアントベイトを投げる兆候は4回あって、まだちょっと切られてる回数が多くて、なかなかそのキャッチに至らない、まあそれはまだデータが揃ってなくて、糸の太さだったり、そのリールの設定だったり、そういうのがやっぱりまだ甘くて、でそのデータ収集してる中で釣れたのが2匹釣れてて、で圧倒的にでかいのも何発か出てて、それは取れてなくて、まあ、これから取っていこうかなと思ってるんですけど、次9月なんで、なんか7月見てたいパラオで持ってこようかな。あ、いいですね。パラオめちゃくちゃいいですね。魚もいいんで、アンダマンとかね、オマーンはもう本当大変なんで10日来ちゃうともう前後の仕事がそうですよね。大変なんですよ。パラオだったら比較的電波もそうですね、3泊4日ぐらい。